おはようございます。金井良一です。今回もちょっとガーデンリメイクということで、こちらの現場参りました。ここの現場は結構もう10年以上前からいろいろとお仕事をいただいてやらさせてもらってるとこでございます。はい。で今回は、その空間の中にちょっとアパートがありますから、そのところに一応住民の方も楽しめるような、ピザ窯を作るというお仕事のご依頼です。はい。お客様自体が結構バラが好きで、バラの園つうかそのような感じの演出をご提案があったので、そのに合った形でいろいろとバラに関しての演出ができるような雰囲気の、工作物を作ってきました。じゃあそちらも紹介していただけたらって感じですね。そうですね。ちょっとまちまち年数がまちまちであれですけども、結構雰囲気がいい状態でなっております。はい。今回はその一角にあるアパート。そうです。ちょっと市内にある一角にあるアパートでね、そのさん自体もそこでピザをやりたいっていうのもありますけど、住民の方もそこでピザを焼いて、コミュニケーションできるような空間にしたいというご希望で、そのような感じで作っていきたいと思っています。はい。ではよろしくお願いいたします。こちらの方はつるバラ、そういうちょっとある程度バラを引き立たせるためにこのようなフェンス。じゃあここも今植わってるのほとんどバラってことですね。そうです、バラですよ。お庭というより何かバラ園みたいなような感じですね。そうですね、もうバラ園ですね。あ、ここも全部バラなんですね。ここもバラ。これバラって何本ぐらい植わってるんですかね。それで何本50、もう50じゃ聞かないか。現場がこんだけの空間があって、この空間がもったいないんで、じゃあここに作ろうと。この空間にピザ窯があったものは、多少屋根もついてますし、演出的にも外にドンと置くよりはいいのかなということで、一応ここの空間に作る形になりました。でここがアパートの入り口で、でここでベンチを置いて、住人の方もここでちょっとお友達関係とちょっと楽しめる形でできると思います。ピザ窯は一応ですね、ここで第二耐火レンガは使っていきますけども、広くピザ窯自体はここの空間に作って、でドーム型のピザ窯のものをデザイン的にお客様から望んでおりますから、前回もやったと思うんですけども、ステンレスのボールを使った、それを内径にして、それで耐火レンガでドーム型にしていくというやり方です。はい。
で一応ですね、まあ、この空間自体も結構使えるんですけども、一応ご希望的に750ぐらいの高さでいいという、まあ、ここに30センチぐらいの棚に。じゃあピザ窯の横に棚も作るってことそうですね、まあこれも結構棚的に使いますけども、まあ棚も75台一応作っていきます。ちょっと炭とかああいうの塗れない部分は下に置けますから、はい、薪とかなんかつものは置ける形にはなります。はい。その棚は何を使って作るんですか？一応ですね、まあ一応今ホームセンターで売ってます盆栽棚、コンクリートのそれを上に乗せるっていう形で、まあ土台はレンガで立ち上げていって、でそれでじゃあ棚も木材とかではなくそういったレンガとかで作っていくでってことですね。土台はレンガ、天板はコンクリートです。はい。どうしても火使うんでそれを使っていきます。はい。最初は何から始めるんですか？最初はもう足のレンガを積んでいきます。土台。それは普通のレンガですか？いやブリッドを使っていきます。レトロブリックですか？はい。まああれ変形でいろいろとレンガと同じ形規則なんですけども、ちょっとそっちの方が面白いかなと思って、ちょっと重量感が出るから、まあ普通は引くために使うんですけども、まあ積んでも結構味が出るんでそれを使っていきます。大きい粒ぐらい小さいいいですか？いいよ。はい。でピザ窯はこういう感じであ、はい。こっち側に作るんですよ。はい。前は図面ではこういう形でここでなってたんだけど、ここは開いちゃうんですか？ここはもうこうやってあ、はい。ピザを。はい。これ面はい。なってんじゃん。はい。であとは積み方ははい。こっちはこう見えるじゃん。はい。だから今こういう形でもう大きいのやっちゃってもいいけど、はい。こんな感じであ、はい。平板が乗るからあ、はい。 30だとこれと2個あ、はい。大体そうなんじゃ。でここのまんまでこうやっちゃうと目地がずっと出ちゃうんで、これをうまくちょっとデコボ。そう今度はちょっと大きいの、極端な話もうちょっと大きめになるのかな。これじゃちょっと形が違うけど難しいな。これはそうこういう感じで、はい。で今度はあ、こっちやればわかりました。ね、はい。この雰囲気もうん。良かったからはい。ちょねっ。と出した。はい。うん、それでもいいじゃん。はい。わかりました。あ、水を水取ります。
大体だね、これ10寸として750で目地入れて6段で大体7段だと750以上になっちゃうね。ね。これちょっと質問していいですか。そういうこれ前回ピザ窯作った時は、うん。この土台も耐火レンガにしたじゃないですか。ああ、うん。で今回なんでこのレトロブリックにしたんですか。ピザが天場だけだからね。前はバーベキューコンロともう作ったじゃん。だから火が下とか2箇所ぐらいの元を使うんで、また色合い的にも統一感があった方がいいということで全部耐火レンガの色合いにしたんです。今回はもう上だけなんで、上の部分火の通るとこだけが一応耐火レンガという形で、土台はもうちょっとこの雰囲気から言って迫力があった方がいいかなということでこの形にしたんです。じゃあ本当にピザ窯だけを作る場合とかは、うん土台は別に耐火レンガにしなくても大丈夫。そう火を使うね上の部分をピザ窯の上は全部耐火レンガで一応やっていきます。少し辛くまでこれはここまで出しちゃって。荒々しいのがいいなこれ。ね、目地も。縦目地がこうなんか変化が面白くてねいいな。
もいないのかな。前さん、それが上に乗せる台ですか？あ、これが上に乗せる台。これで現場に。これで、一応完成です。まあ、賞味、2日間という感じになって一応作りました。で、ピザ窯の場合、結構いろんな素材的にあると思いますけども、まあ、既製品でピザ窯自体本体も売ってますし、まあ、そういう題材で利用するのもいいですし、まあ、こちらの方は結構今までこうやって形を作ってやらせていただいたんで、そこに合った形の一応ピザ窯っていう雰囲気を形として重要視した形で作っております。ですからだけど一応ですね、耐火レンガとチームとした形で、一応このドーム型の骨組みはまあいろいろ私なんかもやるんですけども、今回は、ステンレスのボール、それを土台とした形で、その上に一応耐火レンガを貼り付けてという形で一応作りました。で、これはコンクリート盆栽棚っていうやつで、一応3000圧のコンクリートという形で一応この組み合わせで作りました。と薪とか、まあ、こっちでもいいんですけど置いて、でこっちに灰とかああいうのをバケツを置いとけば、こうやって駆け出してそのバケツにためるという形の空間一応あげています。蓋を専用のこういうのも鉄板で作る場合もあるんですけど、まあ一応レンガが余ったんで、一応このような形でレンガで塞ぐ熱が全部ミックス台なので、ちょっとこのぐらいは見えるような形で、まあ、一番ここの形として全体的な形でここの空間に作ったのが一番効率的かなということで、この場所を選んで一応作っております。以上です。で、まあこちらの、工事はこれで一応終了させていただきます。どうもありがとうございました。